レオナルド .ai は無料で1日最大150枚も画像生成することができます。すべて使い切っても24時間後くらいには再度150トークンに増えているので楽しめます。リアルやアニメ風のイラストのクオリティはどちらも高いのでおすすめです。高額な GPU 搭載のパソコンを購入する必要がなく、CPU のノートパソコンでも画像生成ができてしまいます。この動画では、ログイン方法、料金、使い方などをまとめて解説していきます。登録、ログイン方法について、レオナルド .ai のサイトにアクセスしてください。トップページの右上にある、ローンチアップをクリックしてください。次に、Yes, I'm Whitelist のボタンをクリックします。ログインツレオナルド .ai のボタンをクリックするとログイン画面に移動します。ログイン方法は3つあります。1、マイクロソフトのアカウントからログインする。2、Google のアカウントからログインする。3、E メールアドレスを登録してログインする方法があります。E メールアドレスでログインする場合について、E メールアドレスからサインアップした後、すぐに登録完了のメール通知が来るのですが、すぐにはログインできません。20日後くらいに再度こちらのようなメール通知が届きます。メール内容にある、appleonardo.ai のリンクをスマホからクリックしてログインすることができました。おそらく、このメールが届くとスマホから、またはパソコンからでもログインできるようになっていると思います。E メールアドレスからだと時間がかかります。Google アカウントからログインすると、1日ですぐに使用できたので Google から入ることを推奨します。ログインすると、こちらのような画面が表示されるので4つの手順で入力してください。1、ユーザーネームを決めます。2、興味のあるジャンルを選択します。3、NSFW のコンテンツを表示させる場合はオンに設定してください。後からセッティング項目で変更が可能です。4、NEXT ボタンをクリックしてください。左上にある人型のアイコン、エンスジアストをクリックしてから、スタートユージングレオナルドボタンを押してください。これでレオナルド .ai のトップが表示されて使えるようになります。毎日最大150枚まで無料について、レオナルド .ai はなんと、1日150枚まで無料で作成できてしまいます。他の AI イラスト生成サービスでは、1日でそこまでの枚数を無料でできないので無料生成したい人にはおすすめです。また、リアル、実写やアニメ風の生成などの質も非常にいいので無料でも十分な範囲で使えます。残りのトークンは左上から確認できます。料金、有料プランについて、有料プランの料金の確認は、左上にあるアップグレードボタンから可能です。無料版は生成時にユーザーに全公開になっています。アプレンティスの有料プランに入ると1年加入の支払いでは月額10ドル。通常の月額払いでは12ドルで月に最大8500枚の画像生成や、非公開にして画像生成することが可能になります。クレジットカードでの支払い方法は4つあります。1、JCB。2、ビザ。3、マスターカード。4、アメリカンエクスプレスになっています。商用利用可能について、レオナルド .ai の公式配布モデルは商用利用可能です。なので、イラストを生成して商用を考えている方やゲームの素材などで利用して販売したい方にいいです。特に、ゲーム関連の素材に良さそうなモデルが多くあるので、個人でゲーム開発しているけど画像の素材が作れない人はここですぐに制作して使うのもいいと思います。ですが、公式配布モデル以外にも、レオナルド .ai に登録しているコミュニティの人たちが配布しているモデルについては、商用利用が可能なのかどうかは詳細が不明なので使用しない方がいいです。ここからはレオナルド .ai の使い方について解説していきます。まずはホーム画面について。ホーム画面では、レオナルド .ai が配布しているモデルや、コミュニティに参加している人たちの画像生成作品などを見ることができる場所になっています。コミュニティフィードについて。コミュニティフィードでは、コミュニティの人たちが画像生成した作品が見れます。画像をクリックすることで使用したモデルやプロンプトの内容なども記載されているので参考にしながら画像生成できます。リミックス機能について、レオナルド .ai では、リミックス機能というのがあり、画像生成されている作品と似た画像の生成ができるのでおすすめです。使い方ですが、画像生成作品の中から良いと思った画像をクリックしてください。
プロンプトやネガティブプロンプト、使用モデルなどの情報が表示されます。次に、画面真ん中にあるリミックスをクリックします。自動で AI ジェネレーションツールに移動した後に、画像生成作品のプロンプトや、ネガティブプロンプトなどの情報が自動で設定されます。下にある、ネガティブプロンプトをオンにして、ネガティブプロンプトを使用するようにしてください。そして、ジェネレートボタンを押すと画像生成がされます。ジェネレートボタンの下に、同じような雰囲気、テイストのイラストを画像生成することができました。無料と有料プランなどの違いによる影響もあると思いますが、コミュニティの人が画像生成した内容と全く同じ設定になるとは限りません。ですが、同じような雰囲気の画像生成に近づけることができるので参考にしたい人は使ってみるといいでしょう。パーソナルフィードについて。パーソナルフィードの上にある Your Generation は、過去に自分が画像生成した作品の確認ができます。フォロワーフィードはフォローした人の画像生成が見れます。Like フィードはお気に入りした画像生成を確認できます。フォローする方法について、コミュニティフィードなどから画像生成作品を投稿している人の画像をクリックします。上にあるフォローをクリックすることでフォローできます。パーソナルフィード内にあるフォロワーフィードからフォローした人の公開されているすべての画像作品が見れるようになります。お気に入りする方法について、コミュニティフィードなどにある画像生成作品の右上にカーソルを合わせると、ハートボタンが表示されるのでクリックすることでできます。パーソナルフィード内にある Like フィードから確認できます。トレーニング&データセットについて、レオナルド .ai で画像生成した作品や、それ以外の画像をアップして学習させてモデルを作成できる場所になります。Your データセットでは、自分が作成したモデルのデータが確認できます。エディットデータセットでは、モデルデータの編集ができます。ジョブステータスでは、モデルの学習中や完了した場合のステータスが確認できます。モデルの学習、作成方法について、レオナルド .ai ではモデルを作成することができます。トレーニング&データセットをクリックします。クリエイトニューデータセットボタンを押してください。次にモデル名とモデル説明を入力してから、クリエイトデータセットを押します。3つの画像アップ方法があります。1、ギャラリーサーチから画像を選択する。2、パーソナルフィードから自分が画像生成した作品からアップする。3、アップロードイメージから PC 内の画像から選択してアップする。今回の例では、パーソナルフィードから自分で過去に画像生成した作品を選択します。画像が決まったら右下にあるトレインモデルボタンを押します。モデルネームでモデル名を決めます。モデルディスクリプションはモデルの説明をします。トレーニングレゾリューションは画像比率の設定になります。ベースモデルではベースとなるモデルを選択します。カテゴリーでモデルのカテゴリーを決めます。インスタンスプロンプトは重要です。このモデルを使用するときに、プロンプト内に入れる呪文内容を何にするのか決めます。例えばこの中に、アニメモデルと入力します。モデルを使用するときに、プロンプト内にアニメモデルを含めることでこのモデルが適用されます。This model is NSFW は、モデルが NSFW 関連であるモデルならオンにします。設定が終わったらスタートトレーニングをクリックしてください。ボタンをクリックした後に上にあるジョブステータスに移動してモデル欄が表示されます。学習中、または学習完了時なのかどうか確認できるステータスが表示されます。学習中は右側にプロセッシングと表示されます。モデル欄の右側にあるステータスに、欄が表示されると学習が完了しているのでモデルが使用できるようになります。作成したモデルの使用方法について、完成したモデルを使用する場合はトップの左側にある AI イメージジェネレーションをクリックします。AI イメージジェネレーションツールに移動するので、ファインチューンモデルをクリックしてから、セレクトカスタムモデルを選択してください。Your モデルは、自分が作成したモデルが表示されますので、クリックすることで使用することができます。フェイバリットモデルは、お気に入りしたモデルが表示されます。プラットフォームモデルは、レオナルド .ai 公式の配布モデルが表示されます。コミュニティモデルは、コミュニティの人たちが作成したモデルを表示します。下に表示されたら使用するモデルを選択してください。Generate with this モデルボタンをクリックしてください。インスタンスプロンプトの右側にある呪文をプロンプト内に設定するとモデルが適用されます。こちらの例ですと、
スムースアニメスタイルをプロンプト内に含めることでモデルが使用できます。モデルごとによって違うので確認してから入力しましょう。ファインチューンモデルについて。画面上にあるプラットフォームモデルのタブは、leonardo.ai の公式が配布しているモデルを表示します。コミュニティモデルは、コミュニティの人たちが配布しているモデルを表示します。Your モデルは、自分で作成したモデルの作品を表示します。フェイバリットモデルは、お気に入りしたモデル作品を表示します。モデルをお気に入りする方法について、コミュニティモデルをクリックします。表示されたモデル紹介画像の右上にあるボタンをクリックするとお気に入り登録できます。フェイバリットモデルからお気に入り登録したモデルを確認することができます。AI イメージジェネレーションについて。ここからは、トップの左側にある AI イメージジェネレーションの項目内について詳しく解説します。ナンバーオブイメージについて。一度に画像生成させる枚数の設定になります。初期設定は4で設定させているのでジェネレートボタンを押して画像生成すると一度に4枚生成されます。プロンプトマジックについて。モデルの画像生成の質を向上させます。クレジット、トークンは2倍消費されます。ハイコントラストについて。オンにすると通常の出力よりも陰影のある雰囲気、明るく仕上がります。より立体感を出したい場合に使用してみるといいでしょう。左側は薄く見えて、右側が少しコントラストが上がって明るくなったのかなという印象はあります。シード値を固定して画像生成しましたが、ハイコントラストをオフからオンにしただけでこのように画像が変わりました。何度か画像生成しましたが、ハイコントラストを設定すると、オフよりも明るくなって質が良くなりやすいです。暗い印象を持たせる画風であればオフでいいと思いますが、明るい印象にしたいのであればオンにしておくことをお勧めします。こちらは比較画像になります。左側は色が薄い印象に見えますが、右側の方は色が明るくなって質が上がっているように見えています。プロンプトマジックストレングスについて。プロンプトマジックで出力させる影響度になります。数値が高いほどプロンプトマジックの影響を強くさせます。こちらは 0.1、0.4、0.8 で設定した場合の比較画像になります。0.4 くらいが質が高い感じに見えます。小さすぎても大きくしすぎても質が悪くなっているので 0.4 くらいの設定でいいと思います。パブリックイメージについて。オンは画像生成時に全ユーザーに公開する設定になっています。無料版はオフにすることができません。有料プランに入ってオフにすることで非公開にして画像生成することができます。イメージディメンションについて。アスペクト比率、画像サイズの変更ができます。ガイダンススケールについて。プロンプトの内容に従う強さになります。小さすぎても高すぎても質が悪くなるので初期設定の7くらいでいいです。コントロールネットについて。イメージ2イメージに画像をアップするとオンにすることができます。コントロールネットを使う場合は、1、イメージ2イメージをクリックします。2、下の場所をクリックして画像をアップロードします。3、コントロールネットをオンにします。4、コントロールネットのウェイト数値を決めます。数値が高いほど画像の構図に従いやすいですが、質が悪くなる傾向にあります。こちらはコントロールネットウェイトの設定値を 0.1、0.5、1にした比較画像になります。コントロールネットウェイトが低すぎても高すぎても質が悪くなっていることがわかります。0.5 の中間1くらいで設定した方がいいでしょう。イメージ2イメージについて。イメージ2イメージは理想の構図の画像をアップして画像生成すると、似た構図に仕上げることができます。使い方は、1、イメージ2イメージをクリックする。2、クリックして画像をアップする。3、イニットストレングスを決める。こちらはイニットストレングスの数値を 0.1、0.5、0.9 に設定した比較画像になります。イニットストレングスは、0.9 の数値で最大にして画像生成すると変わりません。小さくするほど構図から離れていきます。ユーズフィクスとシードについて。オンにすると、ユーズフィクスとシードを使用することができます。シードは画像生成した時に保有している数値であり、ポーズなどをそのままにして別の画像生成をしたい場合などに使用します。オンにしてもシード値が何も入っていない場合はランダムの数値で画像生成されます。シード値の確認方法について。1、
画像生成した右上にある3点マークをクリックしてください。2、ビュージェネレーションインフォをクリックすると、プロンプト内容などの情報が表示されるので、下付近を確認するとシード値がわかります。または、別の方法としてコピーシードをクリックするとシード値がコピーできるので、こちらからがおすすめです。プロンプトについて、画像生成してほしい呪文を入力する場所になります。言語よりも単語の方が、イメージした画像生成がされやすい傾向にあります。例えば、部屋の中にテレビ、ベッドをイメージしているのであれば、ルーム、ベッド、TV と単語で入力しましょう。単語と単語の間にはカンマを入れるようにしてください。ネガティブプロンプトについて、ネガティブプロンプトのトグルをオンにすることで、ネガティブプロンプトを使用することができます。画像生成してほしくない呪文を入れる場所になっています。例えば、画像生成された時にベッドがあったとしましょう。ネガティブプロンプトにベッドと入れることで、ベッドを画像生成から除外しやすくなります。コンテンツモデレーションフィルターのエラーについて、プロンプトを入力した後にジェネレートボタンを押しても、コンテンツモデレーションフィルターというエラーが発生して画像生成できない時があります。NSFW 関連の単語などを入れた場合にそうなりやすいので削除することで生成できます。ファインチューンモデルについて、モデルを選択する場所になります。アニメ風の画風にしたいのなら、ドリームシェイパー V5 が最適です。その下にある項目では、なんかレオナルドスタイルのどちらか選択できますが、レオナルドスタイルの方が質がいいのでおすすめです。ジェネレートについて、ボタンを押すことで画像生成できます。画像生成場所の各項目について、右側にある画像生成された項目の場所について解説します。1はクリックするとネガティブプロンプトの情報を開きます。2はプロンプトをコピーする。3はネガティブプロンプトをコピーする。4はクリックすると、プロンプトとネガティブプロンプトに画像生成した呪文内容を配置します。画像表示内にある各ボタンについて解説します。1、画像をダウンロードします。2、アンズームの画像生成をします。オリジナルの画像よりも少し離れた構図で画像生成されます。3、HD スムースアップスケールで再度画像生成される。4、ノーバックグラウンドで画像生成させます。背景がなくなって透過されます。5、オルタネートアップスケールで画像生成されます。6、HD クリスプアップスケールで画像生成されます。7、イメージ2イメージに画像を反映させます。8、キャンバスで修正、編集が行えます。9、画像を削除します。こちらはオリジナルである元画像、オルタネートアップスケール、HD クリスプアップスケール、HD スムースアップスケール、ノーバックグラウンド、アンズームの比較画像になっています。あまり変わっていないようにも見えますが、目のハイライトや影の入り方などが微妙に変わっていますので、一度すべて試してみることをお勧めします。AI キャンバスについて、AI キャンバスは画像をある特定部分だけ修正、編集して再度画像生成させることができます。こちらの画像から番号ごとに使い方を説明します。1、画面を移動します。2、青色の正方形の枠部分を移動させます。3、マスクさせるブラシになります。修正したい箇所を塗ってからプロンプトを入力して画像生成すると修正できます。スライド部分ではブラシの大きさを調整することができます。4、消しゴムブラシは削除、修正したい箇所を塗ることができます。5、クリックして画像を選択するとキャンバス内にアップロードされます。6、画像をダウンロードします。7、一つ前に戻します。8、一つ後に進めます。9、プロンプトの入力場所になります。10、ネガティブプロンプトの入力場所になります。プロンプト左側のスイッチボタンを押すことで使用可能です。11、ジェネレートボタンを押すと画像生成できます。今のところ、AI キャンバスで人物に関した特定部位、例えば、目だけ修正しようとしても変なことになってしまいやすく難しいです。画像生成時と同じプロンプト内容を入力しても質が逆に悪くなりやすいと思います。ですが、背景であればある程度違和感なく修正できるかもしれません。テクスチャジェネレーションについて、おそらくですが、3D モデルをアップしてプロンプトからテクスチャを作成する機能みたいです。セッティングについて、セッティングの項目では、
ユーザーネームの変更、興味のあるジャンルの変更、NSFW のコンテンツ表示をするのかどうかの設定を行うことができます。NSFW を表示させたい場合は、トグルを右にすることでオンになり自動で保存されます。まとめです。Leonardo.ai は無料で1日最大150枚も生成できます。クオリティは実写とアニメ風のイラストどちらも高いです。公式配布のモデルは商用利用可能なのでイラスト集などを作りたい人に助かります。可愛いアニメ風のイラストを生成したいのであれば、Dream Shaper V5 のモデルがおすすめです。ぜひ、使ってみてください。以上で Leonardo.ai のログイン方法、料金や使い方について詳しく解説しました。iGene では AI 生成に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。